探索者が古い学校を見つけ、そこにはおもちゃがいっぱいです。しかしおもちゃだけがここに存在しているわけではありません。ある部屋をチェックしている最中に次のようなことが起こります。しかし最も怖い出来事はこれです。え？その後、彼が残りの場所を探索する際にカメラが残されました。これが彼が捉えたものです。これは不気味です。この短いビデオはアルゼンチンの有名なミュージシャンが友達の家で起きたかなり不気味な出来事を投稿したものです。彼女はとても親しい友達の家を訪れていました。彼女はその友達とは5年以上の付き合いで、今までこんなことは一度もなかったと言います。彼女によれば裏庭に座っていたところ、突然肩をつかまれたかのような感触があったので、すぐに立ち上がり、誰がそこにいるのか見るために振り返りましたが、不思議なことにそこには誰もいません。これだけでは奇妙には見えませんが、実際のビデオが最も奇妙です。外のセキュリティカメラの映像を見るまで姫菜は非常におじけづいていました。ビデオをズームすると姫菜の肩に触れているように見えるものが見えます。最初はよくわかりません。しかしビデオを正確なタイミングで一時停止すれば歪んだ指の列のように見えます。今これをさらに不気味にするのは、その手が現れた直後に姫菜が立ち上がることです。これにより視聴者は実際に何かが彼女に触れたのではないかと考えています。しかしいつものようにこれに対するあなたの考えは何ですか？幽霊か何か別のものか教えてください。それではあなたの意見をお聞かせください。ペルーのポコパ市で最も大きな広場の一つとして知られているショッピングモールがあります。この広場では主に子どもたちを対象としたイベントが開催されているため、多くの子どもたちがここにやってきます。この場所のマスコットも若い観客を引き寄せるようにデザインされています。このモールによって制作された数多くのテレビ広告でも人気は明らかです。ここで多くの子どもたちが走り回っているので、事故が頻繁に起こるのは驚くことではありませんが、特に一つの事故が多くの人々を不安にさせました。2016年、若い少女バレンティナやモリスがショッピングモールで遊んでいました。インスタントフォトブースで露出したケーブルが機械に触れていました。彼女は金属製の手すりにつかまり、即座に感電しました。残念ながら高電圧のため、彼女は数時間後に死亡が確認されました。当然のことながらバレンティナの家族は連日悲しみに暮れ、喪に服しました。数年後、バレンティナの話はもはや話題に上りません。しかし最近ではバレンティナが亡くなった同じ広場で奇妙な出来事が、営業時間後の深夜、店内の監視カメラがこれを捉えます。ビデオには小さな子供らしき人物が人間の能力を超えた速さで行き来している様子が映っている。
まるで閉店した店の中に一人の子供がいたとしても、それだけでも奇妙ですが、それは超自然の速さで走ります。モールの従業員はこの子供がバレンティーナの幽霊だったのではないかと思わずにはいられませんでした。しかしバレンティーナの霊がカメラに捉えられたのか、それとも他の何かが捉えられたのか、判断はあなたに委ねられます。これは誰かが非常に恐ろしいものに遭遇した時の映像です。Estoy recagada hasta las patas, encima estoy sola. Estoy recagada hasta las patas mal. Ay, la concha de... Ya estoy cansada, ya les juro, chicas. ¿Quién sos? Ay, a la concha de la lora. No me dejan en paz. ¡Ay, no, 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 no! 電気が消えたら外に出る以上にいい理由が思いつきません。明かりが消えたら私もそうなる。バイリーは幽霊が出ると言われる古い劇場で働いています。バイリーは仕事が大好きですが、もう仕事を変えたいと思っています。彼は夜に働いていますが、それが好きではありません。なぜかというと、バイリーが舞台にいるとき、彼は人の気配を感じています。まるで誰かが彼を見ているかのようです。それが理由で、彼はよく仕事中に録画します。しかし、ある夜、バイリーはセンサーが劇場内で動きを検知したという通知を受けます。バイリーはこれが一番怖いことだと書いています。これが彼が撮影したものです。It's 9 p.m. on a Saturday. This is my life. So I'm walking through the main stage. Here, I'll flip it. Ghost light is on. No one in here. Hello? Okay.バイリーは完全にショックを受け、見たものを理解しようとしていました。もしかすると誰かが侵入して座っている可能性がありますが、この場所の歴史を考えると、これが幽霊との遭遇である可能性をバイリーは振り払えません。しかしこのカメラに捉えられたものから何かが実際に彼を見ていた可能性があります。バイリーはこれが自分の気のせいではないことを確信しています。カメラに捉えられたものは誰かが何かが実際に彼を見ていたことを示しています。この次の動画はある屋敷の中で撮影されました。その屋敷は非常にお化けが出ることで知られています。2022年7月30日、サブリナと夫のカールはイギリスのバーミンガムにあるアストンホールマンションを見学することにしました。場所自体はただお化けが出るだけでなく、その美しい建築に感嘆する人が多いです。でもここに来る本当の理由はこの屋敷で出会うであろう幽霊体験なのです。この屋敷にはかつてメアリー・ホルトという若い女性の部屋があります。その部屋ではメアリーの父親が彼女が使用人と駆け落ちし家を出ようとしていると聞き、失望した彼女の父は激怒し彼女を部屋の中に閉じ込め何年も経ったということです。16年間の謹慎の末にメアリーは亡くなりました。彼女は飢えと失恋によって亡くなったと言われています。今となっては物語自体はかなり悲劇的ですが、それでもサブリナの夫にとっては十分に悲劇的ではなかったようです。
彼女の話を聞いた後、メアリーに声をかけたら面白いだろうと思ったという。サブリナはこれを後悔しており、もし夫がメアリーを呼んでいなければこの恐ろしい出会いはなかっただろうと言っている。この撮影がされた時、2人がメアリーの部屋への階段を上っているのは偶然ではなかった。Mary? I mean you no harm. We know you're in there. We've seen you. Where are you, Mary? Mary? Did you see it? Mary? Mary? Are you still in there, Mary? You could come out now. Hello? メアリーの古い部屋の中で影のような姿が素早い動きで部屋を横切ります。2人は息を飲んで沈黙し、期待に胸を膨らませます。それは正体を見せませんでしたが、数分後、サブリナの夫に呼びかけられて再び現れます。まるで夫に呼び寄せられたかのように再び姿を現します。ここで特筆すべき重要な点は夫婦が部屋に入らないことです。部屋に入らない理由は、彼らによれば博物館が誰もこの部屋に入ることを禁止しており、展示されている歴史的な美術品と同様にこの部屋にも一般の人は立ち入ることができません。サブリナと夫は今日までカメラに映った人物や物について全く分かっていません。イギリスに住む家族は1997年以来、自宅での奇妙な出来事のビデオ証拠を収めています。その家族は説明できない出来事を見ています。何度も何度も彼らはどこからともなく奇妙な音を聞き、物が自分から動くのを見ることさえあります。その家族にとっては異常な出来事が起こるたびに活動が激化するようです。しかし彼らは今もなお常に恐怖の中に生きています。時折彼らはお互いや訪れていた友人とおしゃべりする時間を作り、彼らの父親はその様子を携帯電話で録画します。こんな瞬間はめったにないためです。すべてが順調に進んでいる時、突然これが起きました。He always pushes it through when I'm sitting on the sofa. So annoying. Why are you moving closer and closer towards me? You're almost in my lap, Beba. Why is it still in your coat? She's ready to run. Don't you trust over there anymore, Beba? No, Morgan, thanks. Why you moved out in the first place? One of the reasons, yeah. Hey, stop poking the oven. Oh, There's nothing there, not again. there's nothing there. Oh, God. No. 家の中の静かな日常が崩壊するようにこれが起こります。重い足音が彼らの上を歩く音が聞こえても彼らは少し無関心のようです。以前にもっと奇妙なことを見ていたので彼らは笑いながらそれについて話し、その源を調べるために進みます。だが階段の下でしばらく経っていた後、見えない存在が全速力で走り寄ります。これはおそらく彼らが経験した中で最も怖い出来事かもしれません。しかし他の動画がたくさん投稿されても他のどんな怖い出来事よりもこれが際立っているようです。ベビーモニターのビデオといえば時折カメラに超自然なものが捉えられます。通常それらは不気味なものが多いです。しかしこの次のビデオはただ怖いだけでなくずっと心温まるものかもしれません。ウィットニー・アレンは2人の子供の母親で、夫は2022年に脳損傷による死亡という悲劇に見舞われました。明らかにウィットニーの夫は蜂に重度のアレルギー反応を起こしました。彼が受けた蜂の刺し傷は彼の体を心臓発作に陥れ、彼の脳にも影響を与えました。
数ヶ月にわたるホスピスケアの後、彼は悲しいことに亡くなりました。彼女にとって夫の死は非常に苦痛でしたが、彼女の子供が生まれてからわずか3ヶ月後に亡くなったことは非常に痛ましい出来事でした。彼女にとっては夫が子供の成長を見守る時間が長く続かなかったことは考えるだけでも我慢できなかったそうです。しかし夫が地球上で子供に会うことができなかったと感じても、彼女は夫が彼らの赤ちゃんの頭を撫でているように見える。夫が地上で子供に会えなかったことを考えると、このオーブが実際には彼女の夫だったのではないかと思えてなりません。数ヶ月にわたり完全な苦悩を経験した後、これを見ることでウィットニーは平和な気持ちになりました。たとえ夫が亡くなっても、彼女は何らかの方法で彼がまだここにいるという思いに慰めを見出しています。他のほとんどのビデオと同様に、このビデオについてのあなたの考えをお知らせください。超常現象の調査者と霊媒師がメキシコのリトルモラルという場所を訪れます。そこでは夜になると背の高い黒い影が現れると言われています。この影を見た人々は不安を感じ、パニック状態に陥ると報告しています。この場所に入る直前、霊媒師は何かが彼らについている感じがしたと感じました。そこから事態は奇妙になりました。Hay alguien en el árbol. Hay alguien en el árbol. ¡Oh, hijo de su madre! Hay alguien en el árbol. Hay alguien en el árbol. ¡Oh, hijo de su madre! Uy, uy, uy. 超常現象を調査する場合、未知のものは専門家に任せるのがおそらく最善です。悪意を持つ存在の場合は特に。深夜、録画している人は本当に怖がっています。彼の家に何かがあり、それが彼を見ています。これが彼がカメラで捉えたものです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。